皆さん、こんにちは。アンディです。今日はオープンエイヤーのコーディング AI エージェントコーデックスがついにあなたの Google Chrome を直接操作できるようになり、毎日のクリック地獄から非エンジニアの方を本気で解放しに来た革命的なアップデートを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。ブラウザでカチ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 、同じ作業を1日200回、請求書アップロード、領収書整理、定期レポート入力で1日が終わる。そんな現代の働く方、特にバックオフィスや副業をされている方の8割がブラウザクリックという見えない時間泥棒に毎日2時間以上奪われています。今日ご紹介するのは、その奪われていた2時間を文字通り寝ている間に AI が代わりに片付けてくれる仕組みです。今日お伝えするポイントは大きく5つです。1つ目、コーデックスクローム操作の仕組みとなぜこれが革命的なのか。2つ目、3ステップで完了するセットアップ手順。3つ目、 Gmail 振り分け、メルカリ大量出品、クラウド会計フリーの月末仕分けという3つの実例。4つ目、チャット GPT、クロード、ゼミニにも似た機能はあるのか、どう使い分けるか。5つ目、安全に使うための注意点と上達のコツです。最後まで見ていただければ、明日からあなたのブラウザでカチカチ作業の時間がほぼゼロになる可能性があります。ではまずパート1、コーデックスクローム操作とは何かです。コーデックスというのはオープン AI が提供するコーディング向け AI エージェントで、最近は専用のデスクトップアプリも登場しました。これまでコーデックスはもっぱらコードを書くプログラマー向けのツールというイメージでしたが、今回のアップデートでその対象が一気に Chrome で仕事する人全員に広がりました。何が変わったかというと、コーデックスのデスクトップアプリから皆さんが普段使っている Google Chrome を AI エージェントが直接操作できるようになったんです。クリックする、フォームに入力する、ボタンを押す、ページを切り替える、こうした人間の手作業をコーデックスが代わりにやってくれます。これまでも AI による自動操作はありましたが、別ブラウザを開いてまっさらな状態から始めるしかなく、ログイン情報もブックマークもなく、実用には程遠いものでした。今回の革命はログイン済みの Chrome をそのまま使えること、そして人間が画面の前にいなくても作業が続くこと、この2点です。それではパート2、セットアップ手順をご紹介します。たった3ステップで完了します。1つ目、コーデックスデスクトップアプリの中で Chrome プラグインをインストールします。コーデックスの左サイドバーからプラグインを開き、Chrome プラグインを追加するだけです。2つ目、表示されるリンクから Google Chrome 側にも拡張機能をインストールします。これでコーデックスアプリと Chrome ブラウザがつながりました。3つ目、コーデックスのチャット欄からファイル追加のメニューで Chrome プラグインを指定します。これでこの Chrome を操作してくださいという意思表示が完了です。難しい設定は0、所要時間は3分以内、エンジニアの方でなくても誰でも完了できます。ここからが本題です。それではパート3、3つの実例を順番に見ていきます。1つ目の実例は Gmail 受信トレイの未読メール大量振り分けです。お盆休み明け、出張から帰ってきた朝、Gmail を開いたら未読メール100通、こんな経験はありませんか？これまでなら1通ずつ件名を見て、重要、普通、メルマガ、ゴミ箱と判断してラベルをつけていく作業が軽く30分から1時間かかっていました。コーデックスにお願いするのは、今入っている Gmail の未読メールを件名と差出人を見て、重要、普通、メルマガ、不要の4つに自動でラベル分けしてください。これだけです。コーデックスは画面上を読みながら人間がやっていた判断と同じことをものすごい速さでやってくれます。100通の振り分けが約10分で終わります。皆さんはその10分の間、別の仕事をしていてもいいし、コーヒーを飲んでいてもいいんです。
2つ目の実例はメルカリでの20商品一括出品作業です。副業で物販をされている方、ご家族で不用品を売られている方、ピンとくる方は多いと思います。商品写真をアップロード、商品名を入力、カテゴリーを選択、ブランドを選択、商品の状態を選択、商品説明を書く、価格を設定する、配送方法を設定する、この8ステップを20商品分、合計160ステップを手作業で繰り返すと、慣れた方でも1時間半は飛びます。コーデックスに事前に商品名と概要のリストをスプレッドシートで渡しておけば、このリストに沿ってメルカリの出品ページに20商品を順番に登録してください。この一言だけで夜寝ている間に AI が20商品の出品作業を完了してくれます。朝起きたら20商品が新規出品済みの状態で並んでいる。物販を本気でやられている方ならこの威力がどれほどかすぐお分かりかと思います。3つ目の実例はもう少しビジネス寄りでクラウド会計フリーでの月末仕分け作業です。フリーランス、個人事業主、中小企業の経理担当者の方は月末になると領収書の山と格闘されているかと思います。例えば領収書写真30枚をスマホからクラウドに上げ、フリーの取引登録ページに1件ずつアップロード、内容を見ながら感動科目を選択、金額を確認保存、この流れを30回繰り返すと軽く2時間です。コーデックスに領収書のフォルダパスを渡し、このフォルダの領収書を順番にフリー E にアップロードして、内容を見て勘定科目を AI で判定して登録してください。この指示で人間がコーヒー1杯飲んでいる間に30件の仕分けがフリー E に登録されます。さらにコーデックスは仕分けの根拠、コメントも自動で残してくれるので、税理士さんへの説明も後から困りません。それではパート4、チャット GPT、クロード、ジェミニにも似た機能はあるのか、どう使い分けるかをお話しします。実は AI エージェント側からブラウザを操作する機能は各社が一斉に出してきています。アンソロピックのクロードにはコンピューターユース、Google にはプロジェクトマリナー、オープン AI にはコーデックスクローム操作とアトラスブラウザ統合、こうした機能群が並んでいます。ただし現時点で普段使いの Chrome ログイン済み環境をそのまま操作できるのはコーデックスクローム操作の体験が一本抜きん出ています。クロードコンピューターユーズは仮想環境を立ち上げる構成のため、ログイン済みの Chrome をそのまま使う体験ではコーデックスが現在最も実用的です。ただクロードのコンピューターユーズはセキュリティ分離が強いため、業務での厳密な情報管理には向いています。ジェミニーのプロジェクトマリナーは Google アカウント連携が圧倒的にスムーズです。お使いの AI サービスがどれであっても、ブラウザ自動操作の時代は確実に到来しています。それではパート5、安全に使うための注意点と上達のコツです。1つ目のコツ、ログイン作業は人間が事前にやっておくこと。コーデックスにパスワードを触らせる必要はありません。皆さんが事前に Chrome で対象サービスにログインしておけば、コーデックスはログイン後の画面から作業を始めます。これだけでセキュリティリスクは大幅に下がります。2つ目のコツ、ネットショッピング、決済、振り込みのようなお金が動く操作はコーデックスに任せず人間が確認すること。 AI が判断ミスをした時、影響が大きい操作は必ず人間が最終クリックをしてください。3つ目の注意点、流れ作業ではなく創造性が必要な作業はコーデックスに任せないこと。 Gmail のラベル分け、メルカリの出品、フリーの仕分けのように判断ルールが明確な作業ほどコーデックスは威力を発揮します。逆にメールの返信文を考えるなど相手との関係性を踏まえた判断はまだ人間がやるべきです。それでは最後に視聴者の皆さんへのアクションを3つご提案します。1つ目、お手元のコーデックスデスクトップアプリまだお持ちでない方は OpenAI の公式サイトから今日中にダウンロードしてください。 Chrome プラグインのインストールも一緒に済ませてしまえば明日から実践できます。2つ目、
ご自身の毎日のブラウザ作業のうち決まったルールで繰り返し続けている操作を3つ書き出してみてください。それがコーデックスクローム操作で消える時間です。多くの方は1日1時間から2時間が消えます。3つ目、コーデックス以外にもクロードコンピュータユーズ、プロジェクトマリナーといった選択肢があります。半年後にはこの分野の主力プレイヤーが入れ替わっている可能性もあるため、ご自身の業務に合うサービスを比較する目線を持っておいてください。今日のまとめです。コーデックスがあなたの Google Chrome を直接操作できるようになりました。クリック地獄の正体である定型的な繰り返しブラウザ作業はこれから AI に任せる時代へ進みました。 Gmail 振り分け、メルカリ出品、フリー E 仕分け、こうした決まった流れの作業は人間がコーヒーを飲んでいる間に AI が片付けてくれます。明日からあなたの1日に2時間が戻ってきます。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあればぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。